皆さんこんにちは。さて今回はキリスト教の教えにおけるサタンという存在について深く掘り下げてみたいと思います。彼が一体何者でどんな手口を使ってくるのか、そして彼の未来はどうなる運命なのか。普段はあまり意識しないかもしれないですけど、実は私たちの周りで繰り広げられているこの見えざる戦いの実態に一緒に迫っていきましょう。まずこの言葉から始めたいと思います。キース・ダニエルによるちょっとドキッとするような問いかけですね。エンターテインメントは汚染されるほどの価値があるのか。これ、私たちが日々何気なく選んでいるものが実際にこれからお話しする見えざる戦いとどれだけ深くつながっているのかを鋭く問いかけているんです。今回はこの5つのステップで話を進めていきますね。まず、見えざる戦争という現実があって、次にその敵であるサタンの正体を明らかにします。そして彼の欺瞞の戦術を分析して、それに対抗するための信徒の武具を見ていきます。で、最後にこの戦いの結末であるサタンの最終的な運命がどうなるのかを解説します。それでは最初のテーマ、見えざる戦争です。多くの人にとってはこれってファンタジーの世界の話のように聞こえるかもしれません。でも今回参考にする教えでは、これが私たちのすぐそばで現実に起きている霊的な戦場なんだと指摘しているんですね。まずはその認識を持つところから始めましょうか。引用元の一つ、デイビッド・ウィルカーソンの説教によれば、これは単なる例え話じゃないんですよ。聖書が描いているのは、怒りに満ちた悪魔が教会、つまり神を信じる人々に対して激しい攻撃を仕掛けているっていう宣戦布告された戦争そのものなんです。じゃあその戦いを仕掛けてくる敵サタンっていうのは一体何者なんでしょうか。次のセクションでは彼の正体に迫っていきます。敵を知るっていうのはこの戦いにおいて何よりも大事な第一歩ですからね。ここで多くの人が勘違いしがちなすごく大事なポイントがあります。よくサタンを神と対等な悪の神みたいに考えがちですけど、引用元のデイブッド・グージックはそれをはっきりと否定するんですね。つまりサタンは神の反対側に立つ存在なんかじゃなくて、あくまで神に作られた被造物に過ぎない。彼の力のレベルっていうのは大天使ミカエルのような存在と比べるべきものなんだということです。そして引用元の教えはいつの日か誰もが彼の本当の姿を見てこう言うだろうと語るんです。これがあなたなの？あなたはただの被造物じゃないかと。これは彼がまとっている神秘的な力のベールが全部剥がされて、その限界が完全に明らかになる瞬間を力強く示している言葉なんですよね。さて、彼の正体が分かったところで、次はどうやって攻撃してくるのかを見ていきましょう。セクション3では彼が使う欺瞞の戦術を分析します。その手口は本当に巧妙で、私たちの日常の中に巧みに紛れ込んでいるんです。引用元によれば、主な手口は4つあるとされています。欺瞞で嘘を真実っぽく見せかけて、告発で過去の罪を思い出させて罪悪感に陥らせる。そして誘惑でこの世の快楽をちらつかせる。で、特に巧妙なのがルイス・スペリー・チェイサーが指摘する偽造です。これはいかにも神聖なように見せかけて、その本質を否定するような偽の教えとかシステムを作り出すっていう非常に厄介な手口ですね。キース・ダニエルの説明を借りると、この妥協がどうやって始まるかがよくわかります。まず目で見てはいけないものを見てしまう。すると今度はそれについて考え始めてしまう。そして最後には嘘や偽りを語るっていう行動に移ってしまう。この段階的な進行、身に覚えがある人もいるかもしれません。そしてザック・プーネンが指摘する、これが一番巧妙かもしれない戦術です。悪魔があなたを惑わすために聖書を引用しないと考えるなんて、よほどクレイジーでなければなりません。つまり聖書という神聖な言葉そのものを文脈を無視して自分に都合よく利用して自己中心的な行動を正当化させてしまう。これほど骨格な手口はないですよね。さて、ここまで敵の正体と戦術を見てきましたけど、じゃあどうすればいいのって話ですよね。ここからはいわば解決策のパートです。これらの攻撃に対して信じる者はどうやって身を守り反撃できるのか。セクション4では引用元が示す信徒の武具、つまり霊的な防御のための道具を見ていきましょう。最初のそして一番強力な武器がこれです。五稜の剣、すなわち神の言葉。ザク・プーネンはイエス自身が荒野で誘惑にあった時にまさにこの武器を使った模範を示したんだと強調しています。面白いことにイエスはサタンと議論しようとはしなかったんですよね。ただこう書かれていると聖書の絶対的な真理をもって
嘘に対抗した。これが防御の基本となる姿勢なんです。で、その防御戦術の直接的な根拠となるのが、このマタイによる福音書4章4節です。サタンが石をパンに変えろと誘惑したのに対してイエスが、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると答えたあの有名な場面ですね。次に紹介する防御の第2の要素、それはキリストの犠牲によってもたらされる力。聖書では象徴的に子羊の血潮と呼ばれるものです。デイビッド・ウィルカーソンの教えによれば、この血潮っていうのは過去や現在の罪に対する完全な許しをもたらしてくれぬ力があって、だからこそサタンからのお前は罪人だっていう告発を無効にできるんだと。この勝利の根拠はヨハネの黙示録12章11節に記されています。ここで注目したいのは、子羊の血潮だけじゃなくて、自分たちの証の言葉もまた勝利の鍵だって言われている点です。そして3つ目の武器がキリストにある権威です。これはオットー・ケーニヒの教えから来ていますね。信じる者にはサタンの働きに対抗するための神様から与えられた特別な立場と権利があるんだという考え方です。ただこの権威って自分の中から湧き出てくる自信とかそういうのとはちょっと違うんですね。オットー・ケーニングが言うには、スライドにあるような内におられる方は世にいるものよりも力があるといった聖書に書かれている神の約束の上にしっかりと立つこと、それによって初めて有効になるものなんです。さあいよいよ最後のセクションです。この戦いじゃあ最終的にどうなるのか。引用元はその戦いのプロセスだけじゃなく、もう変えることのできない最終的な結末についてもはっきりと語っているんです。デイビッド・グージックの説教からかなり鮮烈な描写ですよね。旧約聖書に出てくるバビロンの王の運命、ウジ虫が寝床になるっていう、それがサタンの完全でそして屈辱的な最後の比喩として使われているんです。そして引用元の一つからのこの決定的な言葉が全てを要約していますね。最終的には完全に敗北し、永遠に隔離される運命にある敗残者。彼の運命はもうすでに決まっている。その結末はもう誰にも変えられないんだということです。さて、今回の解説をこの最後の問いかけで締めくくりたいと思います。戦いの最終的な結末を知ることで、今日の葛藤はどのように捉え直されるだろうか。この戦いの最終的な勝利が約束されているっていう視点を持つことが、私たちの毎日の小さな戦いや挑戦にどんな新しい意味を与えてくれるのか、ぜひ考えてみていただけたらと思います。ご視聴いただきありがとうございました。